こんにちは、ニッケです。今日は試したい塗装方法があるので RG トールミスを作っていきます。下地をシルバーにして白色を塗装していくのですが、ただ白をのせるのではなく、少し下地を残すようにすると、光の当たり方で残した部分の色に変化が出て金属っぽさが強調されるんじゃないかなと思いついたので試してみたいと思います。ご覧の通り組み立ては完了しています。さすが RG。すぐ身の状態でもめっちゃかっこいいです。特に背中のバーニアがたまらんです。色分けもバッチリでよくできているキットですが、一点不満があります。ここ見てください。前の方のダボが不足しているせいで、少しでも負荷がかかると股間に隙間ができます。こんなゆるゆるのお股じゃ足を動かす時に支障をきたすので、接着する必要がありますね。とりあえず塗装しやすいように割らしていきます。低層関連も植え付けていきます。身持ちが硬いモビルスーツに矯正してやります。こういうパーツを接着するときは、稼働するパーツが一緒に固まらないように、接着剤が乾く前に少し動かしておくといいです。塗装していきます。まずは、フレームの一部に使われている ABS パーツにナイロンポリプロピレン用プライマーを吹きかけておきます。全体に黒サフを塗装していきます。サフを一通り塗り終えたら、パーツを確認して目立つ引けだけ処理しておきました。下地の色付けと、フレームの塗装をしていきます。外装の明るい色を塗るパーツはシルバーで塗装して、銃などの暗い色を塗るパーツには、国鉄色を塗装していきます。フレームは、シルバーと国鉄色を調色した色を塗装しました。黄色いパーツはゴールドに塗装しました。持ち手のクリップに挟めない細かいパーツは両面テープでまとめて固定して塗装しています。接着した部分はマスキング。下地とフレームの塗装が終わりました。メタルカラーは洗っても洗ってもカップ内に塗料の粒子がキラキラと残って洗浄が大変なのでまとめて塗っています。カメラ越しじゃわかりにくいですが、比較するとこんな感じです。外装の塗装をしていきます。中心から外に向かって少しグラデがかかるように塗装しています。1回で塗るのではなく、薄く何度かに分けて吹き付けています。今回のようにパーツが小さいと、エアブラシの撮影難しかったです。塗装の工程を爆速の早送り編集するつもりで、カメラを回しっぱなしにしていたのですが、作業が終わって確認すると、フレームアウトしてしまったり、手で隠してしまっていて、ほとんど動画に使えなくなっちゃいました。あと、ピントがなかなか合わなくて拡大して編集しているので、画質が悪くなっています。エアブラシの撮影は今後の課題です。ある程度塗れたら、下地を残した部分を調整をしていきます。塗りすぎるとやり直しになるので、慎重に塗装しています。最後に、少し全体を整えていきます。これぐらい、ほんのり下地を残しました。このパーツを、基準に他も塗装するのですが、すべて同じように塗るのではなく、外に広がる部分は、グラデ少なめで足元と奥まった部分はグラデ多めにして変化もつけていきます。外装や装備など多くのパーツと被る腕もグラデ強めにしておきます。どうでもいい話ですが、こういった筒状のパーツをくるくる回しながら塗ってると、何かしらの職人になった気分が味わえて結構楽しいです。設定カラーのように白も濃淡を変えて塗り分けていきます。色は説明書のカラーチャート通りではなく、好みの色に調色しています。一番白い色はホワイトのみで塗装して、それ以外の白はホワイトにスーパーホワイトとライトグレーを混ぜる割合を変えて、4段階ほど変化をつけて塗装していきます。それにしても、グレーを少しでも入れるとめちゃめちゃ隠蔽力が高くなりますね。一度吹き付けるだけで、こんなに色が乗っています。比較するとこんな感じです。濃い色も単体で見ると白っぽいですが、並べるとかなりグレーに見えます。開閉して中が見える箇所のパーツはマスキングして塗装しています。別の色を塗っていきます。
銃やつま先などのパーツは、ジャーマングレーに、ミディアムブルーと灰色9号を混ぜて塗装しました。白色同様、パーツによって混ぜる色の割合を変えて塗装しています。頭の飾りは、マルーンとモンザレットを混ぜて下地が見えるように塗装して、少しギラついた感じにしました。ゴールドに塗装した色が赤みが強いのでクリアイエローを塗装してみました。少し暗い気がするので、他のパーツと合わせてみて気に食わなければ、後で色味を調整します。これは、塗りすぎて失敗したパーツです。対処方法はやり直しです。塗料の落とし方は、適当な容器に溶剤を入れて、パーツを投入したら軽くすぎます。頑固な塗料は、筆で丁寧に落としていきます。溶剤を染み込ませたティッシュで拭いて塗装落としの完了です。つけ置きすると脆くなるし、一番パーツを傷めないヤスリで塗膜を削る方法は、手間がかかる上に削りすぎが怖いので、こんな感じで塗装を落としています。塗り直しも終わって、エアブラシの塗装が完了しました。墨入れと部分塗装をしていきます。明るい色をグレーとブラックを混ぜて溶剤でシャバシャバに希釈したエナメル塗料を使います。白色はずっと流れるのが視認しやすくて気持ちいいですね。はみ出た部分は溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取ります。他の色はブラックを希釈して墨入れしました。部分塗装していきます。カメラを蛍光ブルーで塗ります。やっぱり金色が暗すぎたので調整します。ゴールドリーフをドライブラシして明るくしていきます。いい色。求めてた色になりました。悲しいお知らせです。パーツを外すときここ割れました。色味確認したかっただけなのにがっかりです。瞬着でくっつけても組み立てると割れるので、組むと、この部分に負荷がかかっているみたいです。ガンプラは、安価にパーツを取り寄せれるので、直す手間を考えて、おとなしくパーツ請求しようと思います。ダメでした。ホビーサイトの部品通販で在庫検索すると、撮影時では在庫が切れていました。そのうち補充されると思うので、とりあえず応急処置しておきます。破損したパーツを取り寄せられたら差し替えようと思います。さて、気を取り直して、仕上げの工程に移ります。リアスティックデカールというナノシールです。めっちゃ嫌いなんですよね、これ。分厚いので貼ると、後悔する未来しか見えませんが、とりあえず貼ってみます。このシールは粘着力が強いので、水にくぐらせて一時的にひっつきにくくして貼ります。位置を微調整して、綿棒で水気の拭き取りと圧着をします。ついでに、肩のここ金色だったみたいなので、部分塗装しました。クリアでコートすると、こんな感じになりました。やっぱり厚みが気になる。艶消し仕上げならまだマシかもしれませんが、光沢仕上げだと悲惨です。試しに余白を切って貼ってみました。マシだけど、ダメです。却下。剥がしました。クリアコートした肩のパーツは塗膜が持ってかれたので、塗り直します。代用の効かないこの縦のマークだけ使って、あとは手持ちのデカールを貼りました。主に使ったのがこの3枚です。付属のシールは少しうるさく感じたので、単色のデカールを選んで貼りました。トップコートは質感の差を出すために、光沢と半光沢で塗り分けました。すべての工程が完了しました。完成です。肉眼だと残した下地は結構わかるんですが、ライティングが下手なせいか、カメラ越しじゃ、いまいち伝わりづらいですね。ウィングでは、トールギスが一番好きなんですよ。時点で好きなのがエアリーズです。HG で商品化熱望です。リオもマグアナックも出たし、望みはあると思うんです。塗装すると、バーニアが段違いにかっこよくなったように思います。テンションぶち上がります。飛んでるようなポーズも様になります。個人的にスタンドつけて飾るのは嫌いなんですけど、これに関してはなし売りのありで許容できます。今回はリアルグレードのトールギスを作成しました。RG は買うだけ買って塗装するのが大変そうだと思い、図にっぱなしにしていたので、今回初めて全塗装しました。合わせ目がほとんどない分、思ったよりは作りやすかった印象です。
ただ、小さいパーツが多くてめっちゃ疲れました。今回試した下地シルバーちょい残し塗装ですが、室内照明だと下地が透けた部分が重厚感を強調しているのと、メタリックに塗装した部分とも馴染んでくれるので、個人的には満足いく仕上がりになりました。また、白色を塗るとき、普段はベタ塗りの場合はグレー下地にして、グラデをかける場合は黒下地から塗っているのですが、下地をシルバーにすると白の発色は良かったように思えました。工程が増える分手間はかかりますが、今後の選択肢が増えたので試して良かったです。ご視聴ありがとうございました。